トヨタイムズスポーツをご覧の皆さん、こんにちは。お昼休みに失礼します。メインキャスターの森田恭之介です。三好奈穂です。さあ、久々にお昼の配信ということで、ちょっと久々だから口も回ってないじゃないですか。ごめんなさい。戻ってきてからも厳しいの？ごめんなさい。でも森田さんがすごいいい感じに日焼けとかもして、ちょっとね、私も今驚いてます。この映ってる自分見て。結構こんな黒くなりました。走り回ったし、これだけ頑張ったってことなのかな。森田さんいつパリから帰られた？私はですね、一昨日水曜日に帰ってきました。時差大丈夫ですか？今日朝3時に目が覚めて何度も寝ようとしたんですけど無理でした。なんでもうだいぶ今日起きてますよ。いいですよ、エナジーも入ってる。エナジー入ってるちょっと疲れてるかもしれないけど、はい。で、今日はですね、私と三好さんこうやって立ってます。もう超スペシャルバージョンということで、ちょっと一部見えますか？おっと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 、結構これ後ろにも足あるよ。これかなり豪華なメンバーだし、しかもあれなんかメダル見えてる？結構光ってる。ちょっとこの後が楽しみになりますね。楽しみです。これだけ言ったら、もう今日番組長くなっちゃいますけどいいですかね？ちょっと長々とやりましょうよ。はい、今日はたくさんのトヨタアスリートが来てくれておりますので、お楽しみにしていただきたいと思います。では、まずゲスト登場の前にですね、トヨタアスリートの結果と予定からお伝えしていきます。まずはじめにサッカーいきましょう。名古屋グランパスです。ルヴァンカッププライムラウンド準々決勝、広島との第2戦、トータルスコアでは決着がつかず PK 戦までもつれ込みました。守護神ランゲラック選手が2本止めて準決勝進出を決めました。次は10月9日にアウェイで現在 J1 リーグ6位の横浜と対戦します。さあ、そして明日からは J1 リーグに戻って現在1つ上の10位の東京とアウェイで対戦。来週水曜のホーム新潟戦は台風の影響で延期になった試合の振り替えです。シャチの大祭典として開催されます。小中学生無料となってます。続いて女子バスケ、ダブルリーグ開幕を前に韓国女子バスケットリーグが主催する大会に参加したアンテロープス、決勝で去年のダブルリーグ覇者富士通に敗れ2位、連覇はなりませんでした。そして明日からはダブルリーグの前哨戦、ダブルリーグに所属する全チームが出場しチャンピオンを決める大会があります。ファイナルステージに進出するとまた富士通との対戦のチャンスもあります。まずは明日姫路イーグレッツと対戦します。続いて男子バスケアルバルク東京、B リーグ開幕前のプレシーズンゲームで去年の覇者広島に快勝、そして長崎にも勝って連勝。この後天皇杯を経て来月の B リーグ開幕に向かいます。続いて女子ソフトいきましょう。レッドテリアーズ JD リーグ後半戦の初戦は下山選手の地元四万十市での NEC 戦でしたが、まさかの黒星スタート。開幕からの連勝が18でストップしましたが、東地区1位の日立戦では山田選手のツーランで逆転。地元の大声援に押された下山選手にもタイムリーが出て後半戦1勝目。そして明日からは滋賀で全日本総合女子選手権3連覇がかかる大会の初戦は日本体育大学と戦います。続いてラグビーです。パシフィックネーションズカップに出場する日本代表にベルブリッツから三浦選手、マプスア選手、マクカラン選手が選ばれました。日本は初戦のアメリカ戦に5トライを決めて勝利。そして5年ぶりの優勝を目指して日曜の準決勝はサモアと対戦することになっています。続いてビーチバレーいきましょう。中国で行われているワールドツアーに出場した丸木選手はこの大会の優勝チームに敗れ9位でした。そして来週は石島選手が同じく中国で行われるワールドツアーに出場。そして来週の金曜日からは大事な大会が始まります。名古屋名城公園で行われるジャパンツアー、トヨタからご覧の5名が出場します。この大会で今シーズンの水町選手のビーチバレー姿は一旦見納め。入場無料ですのでぜひ皆さん現地で応援をお願いします。続いて村岡桃佳選手、日曜日に東京駒沢で行われるトラックフェスティバル東京の車椅子陸上 100m、400m に出場します。村岡選手はこの大会を区切りに陸上からアルペンスキーに戻ります。冬の村岡桃佳からも目が離せません。さあ続いてモータースポーツなんですが WRC ギリシャご覧の結果です。一体何があったのか。デイ1で勝田貴元選手まさかのコースアウトデイリタイア、デイ2でエバンス選手横転デイリタイア、最終日デイ3総合2位につけていたオジェ選手が最終ステージで横転。幸いオジェ選手とランデ選手に怪我はなく走行を再開したんですが
大幅にタイムロスし、このような結果となりました。この結果、マニファクチャラーズポイントトップと35ポイント差、ドライバーズポイントの方はオジェ選手がトップと48ポイント差、残り3戦タイトル争い非常に厳しい状況になってますが、最後まで応援しましょう。そんな中、嬉しいニュースがあります。 WRC2 クラスで GR ヤリスラリー2に乗るサミパヤリス選手が優勝しました。ラリー2はここ6戦で4勝、成長してますね。ラリージャパンが楽しみになってきます。そのラリージャパンまではあと69日、ロバンペラ選手の番号になってます。さあ、そして全日本ラリーもトヨタ勢には厳しい結果となりました。ノリさん、初日 SS7 で痛恨のコースアウトリタイア、そして新海安藤組、大竹橋本組も最終ステージでリタイア。大竹選手は初めての JN1 クラスで5位につけていただけにちょっと残念な結果ですね。気を吐いたのはトヨタガズーレーシングによる相互交流プログラムでオーストラリアから参戦したハリー・ベイツ選手、初めての全日本ラリー参戦で2位に入りました。で、今回の結果でシュコダファビア R5 に乗る新井宏樹選手が最終戦を待たずにドライバー選手権を獲得しています。スーパー耐久の結果です。高い気温の中、ブレーキに厳しい茂木で熱によるトラブルが多発したレースでしたが、92号車5時間走り切りました。関口雄飛監督も今回はドライバーとして32周を走行しています。お疲れ様でした。さあ、そして予定いきます。今週末はウェック富士6時間レース。トヨタガズーレーシングは6シーズン連続のチャンピオン獲得を目指しています。ポイント争いを見ておきましょう。マニファクチャラーズ選手権はトヨタトップ、ポルシェが11ポイント差、フェラーリ19ポイント差で追いかけてます。ドライバーズ選手権の方は小林可夢偉選手とデフリース選手が12ポイント差の2位につけています。コンウェイ選手はル・マン24時間欠場でこのポイント、6時間レースは1位が25ポイント、2位は18ポイントが入ります。富士では2016年から負けなしの6連勝中、素晴らしいレース期待してます。そしてですね、この6時間レースを前にトヨタテクニカルセンター下山でドライバーが参加した壮行会が行われまして、その映像が先ほどトヨタイムズで公開されました。モータースポーツ好きのあのトヨタアスリートも登場しています。ちょっとダイジェストご覧ください。もう間もなくウェックのドライバーの壮行会が始まるということで、多くの人が集まっています。僕も一緒に参加したいと思います。フリーズ選手、そしてウェックチームの代表も兼務されていらっしゃいます小林可夢偉選手、一番元気が良かったなというふうに思います。ここだけの話なんですけど、平方も初めて予選行くんじゃない。だから俺が行くぞって言ってたよね。そうですね。何やねんその意気込み。Are in the championship battle, so yeah, every point is important. But we're gonna do our best. 頑張ります。Yes, so welcome to Fuji for the race. We can't wait to see you. いやすごい皆さん楽しそうでしたし、ここの画面にもあるように武藤選手と対談ですかね。これはそうなんですよ。小林可夢偉さんはあれ、三好さんもだって喋りましたよね。そう、可夢偉さんいろんなアスリートといろんなところで絡んでくれるんですよ。あり武藤さんもちゃんとリポートしてくれて、いろんなところにトヨタアスリートが活躍してくれてますが、なんか LBX に可夢偉選手がドライバーとして乗って助手席に武藤さん乗せてもらって下山のテストコース走ったそうなんで、贅沢。はい、そんなコンテンツがですね、概要欄にリンクを貼ってますのでぜひご覧いただきたいと思います。富士6時間レースの、ね、予習にもってこいだなと思いますし、そしてですね、もう一個富士で見逃せないのがあります。こちらです。はい、決勝が行われる日曜午前9時50分からエアレースパイロット室谷義秀選手のエアショーがあります。富士スピードウェイ上空でアクロバットフライト、観戦の方はぜひ早めに富士スピードウェイへ行ってみてください。アクロバットフライト乗ったことあります？乗ったことないです。乗ったことあるんですよ。あ、半端じゃないですよ。すごいですか。生きた心地がしないです。はい。いい、やってみたい。ちょっと見てる分には楽しいです。はい、ぜひご覧いただければと思います。以上、トヨタアスリートの結果と予定をお伝えしました。続いては特集です。さあ、ここからは今日の特集参りましょう。
いやパリ2024では私がオリンピックで、はい森田さんがパラリンピックの現地の取材を担当させていただきまして、現地でのこの会場の様子だったり選手にインタビューをして毎日 YouTube にアップしましたよね。結構これ三好さん何本レポートあげました？私オリンピック編が36本、はい、で森田さんのパラリンピック編が32本。いやめちゃくちゃあげましたね。結構ね、もういろんなとこを回りますね。僕多分自称パリパラリンピックを一番満喫した日本人じゃないかと思ってます。確かにそうかもしれない。だってなぜなら GTTA を応援すると普通日本頑張れって言って日本の選手が出てくるところしか行かないですけど、もうありとあらゆる会場に行っていろんな競技11競技34試合9つの金メダルを目撃。いやだからこんな楽しんじゃっていいのかなっていうのがこの多分黒さんに出てると思います。で私もでも本当にパリオリンピックでもはい22競技とかもう本当に走り回ってましたもんね競技取材させてもらって、本当に今まではこうアスリートとして選手として見てた景色じゃない立場として見えたのすごい楽しさがありましたね。いやそうですし、どうでした？オリンピックまず会場の盛り上がりっていうのはどうでした？いやもうどこ行ってもなんだろう、もう本当に会場がこう割れるぐらいお客さんが応援してましたし、そこでなんかプレーできる、私東京も経験しているのでそこでプレーできている選手が羨ましいなとも思いました。いやそうですよね。そうおっしゃってたから、いやパラリンピックどうなんだろうって言ったらもう負けじと超満員ですよ。そうパラリンピックもすごい盛り上がってて、もうね地元フランスの応援とかもう耳がもう塞がないとぐらいの大声援だし、いやここでできる選手幸せだなってのは本当に同じことをまさに思いました。そうこの、はい映像が YouTube のアーカイブにも残ってますので、ぜひパリ2024ロスの皆さん、私たちもそうですけれども、はいぜひ後でご覧になってください。あの時アスリートたちが何を語っていたのかとか、そんな話を伺っています。はい。さあそしてですね、先週の番組の後、私がローランギャロスの前から中継したのかな、あとですね、まだ金土日ということで競技が3日間パラリンピック続いていました。なので先に一旦その結果をお伝えさせていただきたいと思います。まずは車椅子フェンシングの結果からいきましょうか。来ましたねいきなり、女子エペ団体で中国金メダル獲得しました。団体戦が始まったロンドンから4大会連続の金メダルです。ゾウ・シュウホン選手はリオ以来2度目の団体エペ金メダル、今大会3つ目の金メダル獲得となりました。パラ水泳いきましょうか。メキシコのディアス選手、50m 自由形 S さんは6位、そして 200m 自由形 S さんは4位でメダルならず、シンガポールのウェイソン選手も 50m バタフライ S7 で8位、3種目に出場したパリでメダル獲得はなりませんでした。一方一番下ですね、アメリカのジェシカ・ロング選手 100m バタフライ S8 で今大会2つ目の金、そしてパラリンピック通算31個目のメダルを獲得しました。私これ現場で見ましたけれども、東京パラリンピックの時に伝えました、ジェシカ・ロング選手はねスタートで絶対出遅れちゃうんですけど最後絶対盛り返してくる。本当にそうでした。残り 5m でこれ勝てるのと思ったところから大逆転での金メダル目撃しました。さあパラ水泳まだあります。 50m 背泳ぎ S4 では決勝で GTTA 対決が実現。東京で銅メダルだったメキシコのカマチョ選手が銀メダル、東京6位のエストニアのトプキン選手は7位でした。100m S10 で東京に続いて出場したエストニアのカウル選手は決勝進出ならず13位という結果でした。車椅子バスケットボール、女子では3度目のパラリンピックで悲願のメダルを目指したカナダのシンディ・ウェレット選手、3位決定戦で敗れメダル獲得ならず、同じく女子のドイツベルゲンタル選手は6位でした。一方一番下ですね、男子ではスティーブ・セリオ選手のアメリカが優勝しまして、リオ東京に続く3大会連続の金メダル、おめでとうございます。パラ卓球女子シングルス WS8 のクラス、ノルウェーのダーレン選手は決勝で中国の選手に敗れましたが、東京での銅メダルから今回は銀メダル1つ上がりましたねでした。そして続いてパラサイクリングのロードレース、女子 C4 から5のロードレースに出場しましたカナダのショー選手、別の種目でね銅メダル獲得していたんですが、ロードレースでは15位という結果でした。パラ陸上いきましょう。走り幅跳び男子 T20 リオと東京の金メダリスト、マレーシアのロムリー選手惜しくも銀メダル、金メダルまであと6センチでした。
女子 100mT64 義足のクラスの決勝レースに4人の GTTA が登場。結果オランダフルール・ヨング選手が走り幅跳びに続いて2つ目の金メダル獲得です。神戸の時に世界選手権の時言ってました。パリでは金メダルあと2つなんてどうかしら。これを実現させてくれました。そして一番下ですね、 400mT38 ハンガリーのエクラー選手が銀メダル、走り幅跳びの金メダルに続いて2つ目のメダルです。そして来ました男子車椅子マラソン、鈴木朋樹選手銅メダル、序盤から3位のポジションで単独走となる難しい展開でしたが見事銅メダルを獲得しました。メダルを持って帰ってくると約束していた小学生に持って帰ってきてくれます。この後スタジオで直接お話伺います。パラパワーリフティング、北京から東京まで4大会連続で金メダルを獲得していたメキシコのペレス選手、女子61キロ級で銅メダル。5大会連続金メダルはなりませんでしたが2000年のシドニーから7大会連続のメダルです。トップで居続けることすごいです。そして下パラローイングでは男子カヤックシングル KL1 のクラスで東京の金メダリストハンガリーのパルキス選手が見事金メダル、2大会連続の金メダル獲得です。最後車椅子テニス男子ダブルスで三木拓也選手銀メダル、4度目のパラリンピック出場で悲願のメダルを獲得しました。三木選手もこの後スタジオで話を伺います。また準決勝の GTTA 対決で三木選手のペアに敗れたスペインのデラプエンテ選手、シングルスでは4位でしたがダブルスで銅メダル獲得です。三木選手とデラプエンテ選手のこの表情の違いちょっと分かりますでしょうか。よく言われることなんですが負けて銀勝って銅というその差がちょっと出てるのかなという感じがします。さあ私腕にこんなものをつけてみました。つけてる。これ何か分かります？これね、はい、デラプエンテ選手の応援をした時にデラプエンテ選手が試合後にポンって投げてくれたのをキャッチしまして持って帰ってきました。すごい、もう土ついてる。そうね、さっき黒い机の上にこれ置いてたら赤土落ちてた。わあ、クレーコートのやっぱあれだけね漕いでやってるとここにめちゃくちゃ土もついてるし、デラプエンテ選手のもう本当このメダルの決勝というかね詰まってますし、デラプエンテ選手はちょっと家族とも仲良くなりましたしすごい、すごい、そこまで。でも大体お母さんと一緒に応援してたからすごい、はい、めっちゃ入り込んでる。すごい、もうお父さんともさすが、はい、もうデラプエンテ選手ともう三木選手ね一緒に表彰台に上がる姿すごく良かったです。ちょっと今日これつけてやろうかなこのままはい。さあということで、ここまで、GTTA の結果これでパリ2024オリンピックもパラリンピックも終わったということになりました。お疲れ様でした。そしてお待たせしました。待ちました。はい、パリで躍動していたオリンピアンパラリンピアンがね、先ほどもちらっと見えましたけども、足元だけ映ってましたね。はい、帰国してスタジオに来てくれました。今日の特集はこちらです。パリで見た夢、掴んだ手応え、トヨタアスリート大集合スペシャルよっこれこんな呼んじゃえるんですね、トヨタイムズ。いや本当にちょっと豪華すぎるんですが、早速紹介しましょう。スタジオには7人の GTTA トヨタアスリートが来てくれました。絵面が豪華。豪華。もうオリパラ関係なく今日は混ざり合ってメダルをかけてる人もかけてない人もいますが、一人ずつじゃあ自己紹介兼パリの報告をお願いします。まず最初、パラリンピック最終日を盛り上げてくれましたパラ陸上 1500m マラソンに出場しました鈴木朋樹です。マラソンで銅メダル獲得しました。続いて元甲子園球児、パラリンピックの大歓声はどう聞こえたか。こんにちはパラ陸上柳の高橋真也です。初めてのパラリンピック6位入賞でした。最高の舞台で楽しむことができました。応援ありがとうございました。さあそして4度目のパラリンピックで悲願のメダルでした。柔道女子48キロ級 J1 クラスで銀メダルを獲得しました。応援ありがとうございました。おめでとうございます。安内杉田選手ありがとうございます。そして日本セーリング界20年ぶりの快挙でした。セーリング混合4709の岡田圭司です。銀メダル獲得しました。応援ありがとうございました。
輝いてる。そしてこの人も4度目のパラリンピックで悲願のメダル獲得です。車椅子テニスの三木拓也です、ダブルスで金メダルを取ることができました。よろしくお願いします。トヨタアスリートの先陣を切ったのはこの種目でした。7人制ラグビーの谷中吉平です。初めてのオリンピックで結果は悔しかったんですが楽しかったですよっ。そして最後ですね。はい、この人も初めてのオリンピックでした。陸上競技1万メートルに出場しました太田智樹です。結果としては24位で思う結果ではなかったですけど楽しむことができました。さあ、太田さんテンション低くない？ちょっと声が小さかったですよね。まあちょっとメダリストに囲まれるいいんですよ。今日はもう弾けていきましょう。もう終わったんですから。まあそうですね。何どうした？ここはちょっとやっぱ肩身が2人でずっと肩身が狭いねって言って2人でやっぱちょっとねあんまり良くなかった結果だって三好さん見ててどうでした？いやもうみんなの頑張りも100点満点です。もう頑張りはみんな一緒ですから。もう全然。そうですよ。自信持って声もっと張っていきましょう。大丈夫太田さん大丈夫です。なんとなく関係値を知っておきたいんですけど、今日初めましての方が私いますね。はい。岡田さん初めましてです。はじめまして。森田でございます。よろしくお願いします。岡田です。ちょっと岡田さんアウェイ感感じてます？そうですね。自分の会社ではないチームと初めて。岡田さんはトヨタ自動車東日本の所属ということで、トヨタイムズも初めてこうやってスタジオに来てくださるということなんですけど、ちょっとぜひ岡田さん初めてなんで太田さんとかどんどん突っ込んであげてよろしくお願いします。任せてください。はい。よかった。はい。でどうですかね。三好さん誰が緊張してそうですか？ほぐしといてあげた方がいいかも最初に。でもなんかみんな結構喋んないですよね。谷中さんとかもね緊張してる顔してるし、やっぱここでね先陣切ってくれるのは我らがミキさんだと思ってるんですけど。なるほどね。今日この7人の中でなんか引っ張ってくれるのはミキさんじゃないかと。まあ半谷さんと僕最年長なんで。なるほど。よろしくお願いします。いいじゃないですか。ほら。で煽っていきましょう。頑張りましょう。そう言葉が上手なお二人がぜひ引っ張っていっていただけるといいかなと思いますが、皆さんパラリンピック組はまだ帰ってきて間もないと思いますけど、オリンピック組のお三方はもう1ヶ月ぐらい経ってますけど、どうですか岡田さん？自分大会にも一つ全日本選手権出て。もう出た？はい。一応優勝して。さすが銀メダリスト。負けるわけにいかなかったですね。まあ圧勝でした。圧勝でした。ほら岡田さんぐいぐい来てるよ。太田さん負けちゃダメですよ。ちょっと夏バテですね。夏バテ？いやまだ時差ボケなんじゃないですか。もう治りました。治った。萩中さんどうですか？そうです。僕はちょっとオリンピックの最終日の試合でちょっと怪我をしてしまってその後ずっとリハビリしてたんですけど、選手も復帰してもう今はベルブリッツの方でチームに戻って活動しています。じゃあもうしっかりオリンピックモードから切り替えてる、そうですね。はい。でパラリンピック組は僕さっき3時に起きちゃって寝られないって感じでしたけど、皆さん時差ボケ大丈夫ですか？高橋さんどうですか？いやぶっちゃけめちゃめちゃ眠いです。オンエア中頑張っていただけると。はい、頑張ります。寝ないように。鈴木智樹さんが映ってるとしても後ろ抜けてる可能性ありますから。寝ないように頑張ります。鈴木さんは？一昨日帰ってきて、昨日ぐらいにやっと時差ボケが治ってきたかなって感じ。早くない？いや早いよ。今日はもう大丈夫ですよ。はい。いつも通り。すごい。ミキさんまだ残ってる？いやもう同じ三条系ですけど。三条系は。じゃあ今一番ある意味冴えてる。それもうバッキバキです。バッキバキね。半谷さん大丈夫ですか？バッキバキです。いや私も4時半です。やっぱり。そうなんですよ。ちょっとね我々でも時間帯的にはまだバッキバキの時間なんで。パラリンピック組はその時差ボケを乗り越えて頑張っていければなと思いますが、さあということでここからはですねあれですね、皆さんのこれ7人の同士の距離も縮めていただきたいですし、視聴者見てくださっている方と皆さんの距離も縮めていただいて、例えば自分の競技もっと知ってもらいたいとか売り込みたいということがあればどんどんアピールしていただきたいなと思うんですが、今日ははいアスリートの皆さんにですね素顔や興味の深みを迫るために事前にアンケートをお願いしました。興味深い答えいっぱいでしたよ。どうですか？回答ちょっと悩みました？
ちょっと悩みました。ちょっと悩んだ、はい、絞り出した。絞り出しました。ほら対抗一番出てくるの岡田さんよ。確かに。どうしたんですか。もう行かないとやっぱり。まあこっからでしょうね。こっからでしょうね。マラソンは長いですから。長いですから。こっからこうグイグイこう。グイグイこうね。ダブルスも長いですから。長いですよ。では、ここからじゃあそのアンケートの結果見ていきましょうか。まず最初の質問いきましょう。最初の質問はこちらです。パリ2024を表す一言ということで、皆さんからいただいた回答がこちらです。サバイバルレース、初志貫徹できた大会、自信、悔しいですね、これ梅じゃないですね、悔しい、恋、やってみた、経験という財産。三好さん、どっから突っ込んでいきますか。いや、いろいろ気になるの多いですよね。まずでもあれかな、自信ついたんですかね、これはね。そうですね、おそらくそうなんじゃないか。自信と書いた方、はい、お、高橋俊也さん。そうです。今回初めてのパラリンピックということで、ちょっと不安な部分もあったんですけど、本当に5万人以上いるスタッド・ド・フランスの5万人以上いる観客の中で本当に実力が発揮できたっていうので、すごい自分に自信もできましたし、すごい可能性の感じる、4年後メダルを獲得できる可能性を感じる大会になったので、自信という言葉をしました。なんかね、スタッド・ド・フランスでちょっと最初ふわふわしたけど、やっぱでも楽しかったっていうふうにおっしゃってましたね。めちゃめちゃ楽しかったですね。以前トヨタイムズの甲子園に出場してるから大丈夫だろうと思って言ってたんですけど、ちょっと最初ビビったんですけどでも甲子園以上だった。全然レベル違いましたなんかやっぱこう自分の実力が発揮できたので、はい、本当に4年後が楽しみで仕方ないです。そうですね、はい、僕と高橋さんね、2メートル先にいたんですよ。いや、森田さんにチラチラ映るんですよ、後ろで。いや、そう、あれ NHK の中継僕コーチと間違えられてた疑惑っていうのがあって、高橋君が投げるたびに僕が映るんですよ。よしよしよしみたいなの。そう、いろんな人からあの人コーチ言われた？言われました。違いますね、ごめんなさい。コーチ前として応援してしまいましたね。はい。でもそれぐらいの距離感で応援できる最高の空間ではありました。ありがとうございます。悔やんでる人いきますか。そうですね。お、悔しい。そうですね、思うような結果じゃなかったし、結果完走した中ビリだったんで、声もうちょっとまだそんな喜んで言えることじゃないんで。いやでも言ってたじゃないですか、歓声めちゃめちゃもらったんですよ。もう本当に最後だからやっぱめっちゃみんな拍手してくれて、先頭と一緒ぐらいでっかい歓声もらったのはなんか情けないですけど嬉しかったには嬉しかったんで、次に向かうエネルギーになりますね。そうですね。歯切れ歯切れちなみに同じ陸上部の服部選手とかからどういった帰ってきた言葉とかもらったんですか。で、もともと最初の目標は。そうですね、僕もビリになっちゃいましたって言ったら、ビリ仲間だねって。そうか、なんか励ましてる。選手も東京で言葉選ばず言うとビリだったんでしょ。そうですね、ビリ仲間だねって言われて、なんかあんなに試合前言ってたの申し訳ないなと思いながらいいんですよ、晴れ舞台で走っただけで、ちょっと悔しいと。そうですね、一言で表すと。さあ次どうしましょうか。経験という財産、かっこよくまとめてくれました。お、僕です。僕は初めてのオリンピックだったので、まずはそのオリンピックにまず出場するっていう、まずここで去年1年前にまず目標を立てて、それを達成できたのはすごい良かったんですけど、結果としては1勝もできずにそのオリンピックを終えてしまって、なんですけど、そのオリンピックの雰囲気であったりとか、その大会中のその試合の相手の強さとかでもそうですけど、そういうことも全て含めて、全てが自分のいい経験になったなっていうふうに感じれたオリンピックだったなと思います。やっぱこの舞台に立たないと感じられないことってのは絶対ありますよね。そうですね、もうだから全然自分の知らない世界がやっぱまだまだあったなっていうふうに思って、すごいいい経験だったなと思いました。いや、これは必ずやベルブリッツにも生きてくるとそうですね。いうことですね。はい。三好さん、次どれいきます？初志貫徹できた。初志貫徹できた、いいことじゃないですか。はい。岡田さん。自分は出国する前からメダル取りますとはっきり言って、で金メダルも取りますと言ったので、ある程度戦略も立てて、でそれで臨んだんですけど、その通りにできたのかなと思います。その通りにできた。
ちょっと決めたらいけたななんて思ったりもする部分もありますけど、でもある程度こう大枠を見ればちゃんとできたのかなと思います。なかなかね、でもそうやって想定通りいける。これだけ大きな大会で自分のこう思い描いた、レースだったり大会にするって今すごい簡単に言ってますけど難しいですからね。そうですよね、思い描いた通りだから予想外の、ね、こといっぱい起きるでしょうし、ね、そうですね、やっぱり思った以上に風が弱かったりとか、気温も暑かったりもしてすごい大変なところもあったんですけど、まあ大体は。そうですね。でもそうセーリングっていうね競技は、自然をある意味相手にしてその風を読むってありましたけど、マルセイユという場所でどうでした会場の雰囲気とか。やっぱすごい応援がありましたね。ビーチでも他のセーリング体験みたいなところもやってたりして、なんかこう楽しそうに初体験みたいな感じでセーリングをしてたりも、そういうイベントも一緒に開催されてたりもして、やっぱヨット大国のフランスならではだなと思いました。そっか、だからヨット大国ってそういう盛り上がりも感じたわけですね、素敵ですね。さあそして残っているのが濃かった人いきますか。僕ですね。ミキさん濃かった。ちょっとこう最初同じクイって書こうと思ったんですけど、確かに、こんな表情してましたね。そうですねだったんですけど、いや本当に本当にクイだけかなと思ったんですけど、本当に最後森田さんに取材していただいた時にこうメダルをお見せして、いや本当に喜んでもらえたのがすごくこう自分にとっては救いになったというか、次へのこのモチベーション、悔いもあったんですけど、なんかその分まだまだ強くなれるなっていう風に思えたりだとか、なんか本当にいろんなこう思いが、4度目ですし、リオで銅メダル逃したりとか、本当にいろんな経験をしてきて、なんかそれがこう凝縮された1週間だったので、本当に濃かったなと。だってたくさん試合ありましたもんね。試合しかしてないですね。いや本当そうですよね。最初スケジュールでもう濃いですねって言ってましたけど、もうまさに試合しても濃かった。でもいろんな意味で濃かったです。はい。いやでもだからさっきまさに結果で紹介しましたけど、銅メダルって勝って終わるけど銀メダルって負けて終わる、この難しさ悔しさはあるけど、でも次金メダルを目指す力になるのは間違いないですね。いや多分一番の原動力に、ここまで悔しいっていう気持ちがこうどういったんですかね、ポジティブにこうずっとこう燃えてるっていうのは今までなかなかなかった経験で、なんでもう今日の朝の練習も結構バチバチな感じで。俺てかもうやってんだ。今日からレース。はい。テニスしたくて。はい。もうあの瞬間から。はい。メダリストとしてする練習ってやっぱちょっとなんか違うんですか。もう全然そこはもう初心に戻って。初心に戻って。はい。もうチャレンジャーで。チャレンジャーで、なるほど。ありがとうございます。じゃあ残ってるのがサバイバルレース。さあ。はい。鈴木智樹選手。そうですね。サバイバルでしたね。まず選手村がサバイバルだった。そういうことも含めて。なるほど。選手村の食事とか、あとは寝るところとか部屋も含めてもそうですし、あとはもうマラソン、オリンピックもそうだったと思うんですけど、もうコースがもうきつすぎて、今まで走ったことのないような道を走らされたというか、もう道も狭いし石畳だし、最後のゴールの近くの凱旋門のあたりはもう5キロぐらいずっと石畳なんですよ。そんな走ったこともないんで、もうどんどんこう選手を振り落としていくようなレースになったなと思ってます。そこを耐え抜いたわけですね。なんとか、はい、めちゃくちゃかっこよかったですよ。ありがとうございます。きつかったですね。皆さんもだって凱旋門行きましたよね。全部石畳で、あそこを車椅子レーサーで上り下り、あれ何キロぐらいですか。下りは20キロ30キロ出てないですね。やっぱあれ出なかったんですね。はい、ずっとガタガタガタ。出ない、出せない。車で下見行ったんですけど、車でもやっぱり振動めちゃくちゃ感じるんですよ。サスペンションついてる車でも、もう車椅子ってサスペンションも何もついてないんで、もうずっと振動を感じてるわけなんですよね。腰やっちゃいそうでした本当に。いや本当に多分結構なんか車乗っててもやっぱり日本と比べると道がそんな良くないなっていうのは感じましたよね。だからそこをこうレーサーで走る大変さ、まさにサバイバルだったのかなと思いますけれども、ちょっとやっぱ一番気になってたのがね、これやってみたってのはやっぱりかって感じなんですけど、やってみた半谷さん、はい、何をやってみたんですか。
はい、実は試合をパリに入ってから試合を迎えるまでいつも通りじゃないことが多すぎて。あ、そうですか。逆にさっき岡田さんいつも通りできたって言ってましたけど、浜谷さん逆ですね。はい、まさかの初日から帯状疱疹出るし、寝ても回復しない体力で、本来なら2日目の調整練習は調子が良くなるのにもっと具合が悪くなって。そんなことあったんですか。はい、で、じゃあしょうがないから試合2日前だけどオフっちゃおうかなと思ってオフにしたら、ちょっと元気になってきて、で試合の前の日にアップの相手を急に変えてみて、なんか調子出てきたなと思って、このままいっちゃうと思ってで試合の日も基本的にもうやらなかったらもったいない、練習したこと出さなかったらもったいないっていうテーマで今回は行こうって思って、で、会場の雰囲気に飲まれないように練習したことをやってみた、できちゃったみたいな感じで、はい、実際その準決勝でゴールデンスコアに行った時にも指導2で自分がもう負ける寸前な状態になってても、相手に一本背負いやってみたみたいな感じでこうチャンスを待ち続けながら自分がやりたいことをやってみたら、決勝戦は思い通りにはいかなかったですけど、銀メダル獲得につながったっていう印象でした。これね、そんなこう大事な一番の大舞台でやってみたっていうチャレンジってミキさんどうですか。いや、できないですね。なかなか練習してきたことをいかにやっぱり重圧の中でやるかっていうのが、テニスの場合は結構やっぱり重要だったりするので、もちろんひらめきとかはあるんですけど、特にその練習相手を直前で変えるっていうのを今聞いて、それはなんか何をもとにそうしたのかなっていうのがすごくこう気になってるという。出た、気になった。そうですね、自分がでもそれは磯崎コーチのアドバイスで変えてみるっつって行ってみようみたいな感じで。そこの理由は聞かなかったんですか。もうじゃあ変えますっていう感じですか。そうですね、なんかその時は理由を聞かなかったんですけど、ちょっと体が大きくて自分よりも多分20キロか30キロ重い相手に変えたんですけど、そしたら重心の軸がより分かりやすくなって体に力が入りやすくなったっていう印象でした。分かりやすくなった。重たかったからこそ、きつかったからこそ分かりやすくなったって感じです。なるほど。でもいろいろやってみたことが結果につながったっていうことですね。そうですね、はい、体調回復してよかったです。どうですか、他の皆さんやってみた、なんか初めてトライしたみたいなのなんかありました。太田さんとかどうですか。何も思いつかないです。何も思いつかない。でもいつも通りいった。でもそういうハプニングがあるとやっぱどうしてもちょっと不安になっちゃうじゃないですか。そういうところである意味開き直れるというか、それはすごいなとは思いました。確かにそうだからメンタルの部分ですよね。想定外のことが起きた時にどれぐらい皆さんって想定外を想定するんですか。高橋選手はどうですか。やっぱり例えばやり投げだと試合の日にアップで投げれるかどうかっていうのも全然直前じゃないとわからないですし、こう陸上競技場で槍を投げる方も直前じゃないとわかんないんですよ。どっちから投げるかって。それで景色もだいぶ違って、目標物を決めて投げるんですけど、それもこう直前じゃないとわかんないので、もう前日に両方見て、こっちだったらこの目標物を見て投げよう、こっちだったらこの目標物を見て投げようっていう、そういう準備は徹底してやってますね。はい。でもね、高橋さん競技の間に目の前を鈴木朋樹選手が走ったりとか、1500m でね、して結構投げる前に止まったりとか、順番来たと思ったら投げられないんだみたいな、そういう想定外も結構ありましたもんね。めちゃめちゃありますね。朋樹さんの種目だったりとか、いろいろ外を回るトラックを走る選手を待たないといけないので、そういう面ではこうしっかりわーって気合を入れて投げる前しっかり叫んで入るんですけど、そのルーティンが崩れたりして、でもそこでもう一回こう気持ちを入れるっていうのはしっかり心がけてやってますね。だからそこはある意味想定外を想定して、こういうこともあるしっていうふうに気持ちを持ってったってことですね。いろんなパリ2024がありました。で、一言で表してもらった後に次行きましょうか。はい、続いてはこちらです。パリ2024自己採点ということで、先ほど私は皆さん100点満点と。100点満点って三好さんからしたら100点満点ね。100点満点ですけれども、皆さんの自己採点はどうなっているんでしょうか。こちらです。一番上が90点。20点の人いる。どっちからいけばいいんだろう。三好さんが言ってた100点に近い人からいきますか。そうですね。90点誰ですか。
岡田選手。はい。その心は。もうほとんど想定通りっていうか、想定の範囲内で進んで、皆さんみたいにトラブルとかそういうのも全然なくてですね、そのまま流れでいったんで。10点は何ですか？ちょっと戦略的に、選択ミスしたところがありまして、ちょっとそこが、最後金か銅を分けたんですけど、真ん中ぐらいだったんで、そこもそんなに悪くなかったのかなみたいな思ったりもして。おおむね満足の90。おおむね、はい、そうです。で85点か。はい。半谷さん。はい。自分が練習してきたことを大体出し切ったなっていう印象がありました、全体的に。でマイナス15点は寝技がいまいちだったりとか、相手の力を感じすぎて自分が力任せになってしまったこととか、そこら辺がマイナス15点かなとは思うんですけど、おおむね良好だったなと。合格点ですね。はい。80点もね、世間一般からしたら合格点かなと思いますけど、80点は、鈴木さん。ほとんどできたと思うんですよ。ぶっちゃけ100点上げたいぐらいの。100点上げちゃうと伸びしろがないなと思って、4年後の銅メダル以上の期待を込めて80にしました。いや、そうですね。金メダル取って100点になるってことですね。はい、そうですね。70点が2人。はい。高橋選手と三木選手。じゃあ高橋選手からいきますか。70点。そうですね。自分の実力を発揮できたんですけど、やっぱり本当に調子が良かった分、もっともっと自分自身の日本記録も更新できたなっていう思いが強くありますし、ここで自分に満足しちゃうとやっぱ4年後メダル獲得できないので。でも三木さんが70点で自分が70点もちょっとなんかダメだなと思って。やっぱ50点ぐらい。下げとく。下げときます。下げとく。50点で、お願いします。メダル取った三木さんと自分が同じでちょっと今まずいと思って。おこがましいなと思います。謙虚。でも逆に三木さん銀メダル70点低くないですか？僕の場合はシングルスとダブルスって2競技あって、どっちのメダルも目指してた中で、シングルは悪かったっていうので、マイナス20で、小田選手と金メダル目指してっていうところで、全然その内容的には特に第1セット、決勝の第1セットはもうその拮抗してて全然チャンスはあったので、だからそういう意味も込めて70。気にしないでくださいよ、そんな。はい。で、いや50点半分か。谷中さん。はい。僕、さっきも言ったんですけど、1勝もできずに終わってしまったのが、だいぶ、それで50点引いたんですけど、あとの半分の50点は、負けはしたんですけど、自分の中でのやりたいこととかチームとしてやりたいことっていうのは、やりきれたというふうに感じてて、なので、50点上げたんですけど、でも今の高橋さんの話とか聞いてたらもっと低いんかなってどんどん下がってくる。どんどん低くなる。自己採点だから。はい、なんで30点ぐらいにしちゃう。そんなね、自己評価を下げる場じゃないんですよ、ここは。じゃあ最後いっちゃいますか。だいぶ低いですけど、20点の方。はい。お。入れた後ですね。なんでここが一番爽やかなんですか。いや一番声が出る。はい。家庭も含め結果だけじゃなく、やっぱ自分が、せっかく出るならやっぱ結果もそれまで家庭も一番いいものにしたかったんですけど、そこからはだいぶ遠いものになってしまったので、こんなもんかなと。逆に言えばもともと怪我してて、やっぱスタートに立てるか分かんない状態で。とりあえず立つことはできたので、その20点ですね。なるほどね。でもやっぱあそこに立つと、もう一回あそこの舞台で、舞台でやりたいっていう気持ちには絶対なりますよね。そうですね。それがまた4年後で、またそのスタートラインに立てるかはまた別の話なんであれですけど。まだじゃあ全然その4年後って感じにはモードとしてはなってないです。今はそうですね。ちょっと先すぎて、皆さんみたいにちょっと切り替えれてないというか、また切り替えさせてあげてください、周りの皆さんに。あっという間っすよ。そう、もうね、4年を何度も経験してる人たちから。気づいたら来てますよ。今切り替えられてない以上遅いよと。もう始まってますよ。もう始まってますよ。
説得力ありますね。はい、切り替えましょう。でも、まあ、自己評価としては20点となかなか厳しい評価もありました。で、訂正が入ってちょっと下げると、50点もちょっとおこがましいと言って下げるとそんな大反省会じゃないんですよ今日は。まあいいや、はい、じゃあ最後3つ目の質問いきましょうか。こちらです。初めて言います、パリで実はということで、こんなことがあったみたいなぶっちゃけですね、回答がこちらです。あ、またなんか気になるのが出てきたぞ。シェアハウスやっぱ気になりますねこれね。知らない人とシェアハウスしたの誰ですか？はい、岡田さん、はい、そんなことあるんですか？自分会場マルセイユっていう、あ、そっか、はい、南仏の場所でパリではないんですけど、場所が離れてるんですね。はい、で事前合宿を、組んでまして、でそこの事前合宿のヨットハーバーの近くで、宿を探してまして、でホテルとかはそのオリンピックのために全部もう改装が始まってたので、閉まっていて、でもうないなと思って、で遠く離れるとあるんですけど、歩いて30分とかってなったんで、いやこれ良くないなと思って、じゃあもうシェアハウスでいっかと思って、めちゃくちゃ近いところのシェアハウスで。知らない人いた？知らない人と一緒に寝泊まりして。誰でしたその人？ですね、自分期間が長かったんでいろんな風に変わります。いろんな人が次から次へ。いろんな人が次から次へとあ、今日一泊しかしないよみたいな人もいれば、なんか5泊ぐらいするよみたいな人もいて、何泊？15泊とか言って長いって。それは身分明かしたんですか？いや、あそこでセーリングしてるよって言ったら、この後出るよ。出るよとも言って、はい、そしたら頑張ってみたいな感じ。あ、じゃあそこでのつながりってのが生まれたわけですね。そうですね。応援しに来てくれました。めっちゃいいじゃないですか。はい、全然知らない、名前ちょっと覚えてないんですけど。いろんな国籍の人、フランス人。そうですそうです。いやフランス人もいましたし、他の国籍の人もいました。ヨーロッパの人が多いです。あ、そんなコミュニケーションがあって、いい話ですね。知らない人とシェアハウス。いいぶっちゃけです。ありがとうございます。最初いいぶっちゃけ来ましたよ。パリに入るのにバタバタしたの誰ですか？はい。バタバタした、はい。僕事前にスイスで、田澤とか芽吹チームメイトと合宿してて、でそこからフランスに一人で入る日程だったんで、電車でチューリッヒまで出て、そこから飛行機でフランスっていう流れだったんですけど、電車普通に乗ってたらもう一人だったんで、音楽聴こうと思ってポケット手入れたら、イヤホンともう一個なんかジャラジャラ音するなと思ったら、宿泊してた宿の鍵を持ってきちゃってこれはやばい、どうしようと思って、でも今ここで降りて引き返したら時間ないしと思って、でこうマネージャーとかと連絡して、結局空港かフランス着いてから郵送するって話になって、で時間的にフランスでチューリッヒで行けそうだったんで、チューリッヒで郵便局で全部荷物、鍵これ送りたいんだけどって送ってもらって、で結局時間結構ギリギリだったんで空港内走ったりして。走った？はい、もう時間なくて。だいぶバタバタしてますね。っていう話です。鍵を持ってっちゃった。それ一大事ですね。いやマジ冷や汗止まらんかったです。なかなかそれは大会前に動揺しますね。そうですね。それチームメイトは知ってるんですか？田澤とかは知ってますけど、他の人は、太田先輩ちょっとバタついてたぞと。そうですね。はい。もう今これでバレちゃいました。バレました。バレてますね。はい。ちょっとそういうところあるタイプ。忘れ物とかたまにしちゃうんで。大事なところでね。そうですね。まさかここでとは思わなかったんですけど。確かにね、ちょっと途中チューリッヒで引き返すっていうのはちょっと嫌でしたもんね。いやでも無事なんとか会場にたどり着けてよかったです。バタバタしました。これもなんだ俺、電車のドアに挟まった人誰ですか？はい。挟まった。全然なんかやっぱ日本と違って、閉まるのめちゃめちゃ早いんですよ。早い。待ってくれなくて、もう何回も2、3回ぐらいガーンみたいな。複数回なんだこれは。複数回です。頭から言ってたら多分終わってましたね。他挟まった人は？いないです。あれいない？僕挟まりましたよ。挟まりましたよね。私は挟まってはない。挟まってない。挟まってはないけど確かに早い。そう、開くのも早いし閉まるのも早いんですよね。ちょっとあれずらしてよって思います。思います。全然
閉じるスピードめっちゃ速いんですよ。でめちゃめちゃ痛かったです。いやパラリンピアンが電車で挟まれるのもなかなか大変ですよね。シンプルに分かりやすかったです。あとどうしましょう。応援が緊張した。ミキさん。準決勝の試合でサーブが本当に不調だったんですよ。不調だった。はい。で多分会場の空気もなんかこのサーブ外れるんじゃないか的なシーンってなったところでそのトヨタイムズの皆さんから「大丈夫だよ入るよ」っていう応援が全部乗っかっちゃってて、それすごくこう通ったんですよ。僕言ってないよ。緊張させてる。僕言ってない。僕大丈夫かどうかは知らないから僕言ってない。でもなんか確かにそんな声が飛んでましたね。それで僕多分人生で一番初めて応援で緊張しました。それは失礼しました。確かにテニスってねやっぱマナーでシーンと静かにしなきゃいけないんですよね。だからなんかタイミングがずれちゃうとこうすごく響き渡るんですよね。いやそうなんですよ。むちゃくちゃ通ったんです。大丈夫だよ入れよっていうなんかこう。いやこっちは入るかどうかヒヤヒヤしとんねんと。もう全部乗ってきてもうこう打つ瞬間に来るもんだからもう。確かにね。しかも準決勝の前のシングルスの時とかもめちゃくちゃ近い距離で。いやそうなんです。これ下手したらこれよりも近い距離でミキさんはプレー終わるたびにタオルで顔拭いてなんかわざとらしいぐらいに下見てましたよね。僕ら上から見れなかったです。僕ら上から見ててこれ目合うんじゃねえこれ絶対視線感じてるよなと思いながら綺麗にタオル畳んだりとかね。そうです。コーチとかだと大体こうそのシチュエーションでどういうそのメンタリティーでいればいいかみたいなこうアイコンタクトできるんですけど、こう応援に来てもらうのがなかなか最近なかったんで、なんかこうそれでこう逆に映ったらどうしようみたいな。そうですね。だから目が合った時に別にうすっていうわけにもいかないし確かにタイミングで目合ったらどうしようとは思ってました。そうだそうだ、はいでも高橋さんとはね目合って何回も会っていやもう行ってきます頑張りますよみたいな。コーチみたいな。確かにそれはコーチだった。もうもはやコーチですからね。はい。いやでも幸せですよねそんなアスリートとこんな近くで。本当に近かったですもんね。まあでも緊張させてしまって申し訳ございませんでした。最終的にはでも本当に心強かった。あよかったよかった。ありがとうございました。ありがとうございました。これも気になるなんか来たぞ。金メダリストと筋肉比べをした人がいる。はい。あ銀メダリスト。はい。半愛さん。はい。どういうことですか。これはでもパリの出来事ではなくて帰国してからの総理大臣官邸で感謝状の贈呈式があって、オリパラ合同だったのでオリンピックの方の柔道選手たちがいっぱい来ていて48キロ級の角田夏実選手と自慢の腕を比べさせてもらいました。48キロ級同士で。はい。どうでした。いや本当すごくてびっくりしすぎて食器倒すぐらい驚きました。強い。いやすごいです。さっき写真撮らせてもらったんですけどやっぱ腕もすごい立派ですし何よりちょっとやっぱ背が高いから、そのリーチも長いですしなんか立派だなって思いました。そうっすか。もう私横に並べてすみませんって思いながら。いやでも、あれですね角田選手確か巴投げが得意じゃないですか。でも半愛さん巴投げ練習いっぱいしてたから大丈夫じゃないですか。そうですねコーチがあまりにも巴投げ上手にかけてくれるんで準決勝その巴投げね飛ばずに済んだんですけど巴投げ対策はバッチリだったというのがね、銀メダルの裏側にあったということですけどもそっかそんな筋肉比べそれは半井さんあれじゃないですか筋肉つけたくなるとかってことじゃないですか。いや自分すでにこの上腕は気に入っていて気に入ってるごめんなさい失礼しました、太い上腕が自慢だったんですけど、上には上がいるなと思いました。じゃあさらに上を目指しましょうよ。はい頑張ります。いいじゃないですか、それから開会式出てません。これ僕ですね多分。開会式出てない。はい熱で出しました。はい前日にというか当日にです。そんなことがあったんですか。はい急に。待ってください開会式出てない方って意外にいる。待ってこれ多分僕なんですけど回答がない僕も書いた僕も書いたんですけどでもそうです今も話題めっちゃ面白い話題やって僕さっきからずっと面白い話題ばっかりやったからこんな全然面白くない話題どうしようと思ってそれで今ミキさんが手挙げて助かったみたいな感じでめっちゃ助かったって全員出ていない。
ね。多分そうですよね。みんなだって本当ですか？全員出てない。はい、出てないです。むしろ日本にいました。そっか、ハンガイさん日本に行って、そうだからそう僕はパラリンピックの開会式の時に日本選手団探したけど、おそらくこれ誰もいないけど一応トモキーとか言っとくかみたいな言ったんですけど、いなかったですね。いないです。いない。そっか。でオリンピックもそっか、あれ岡田さんはだから遠くだからですか、会場が。そうですね、マルセイユで開会式はパリだった。じゃあセーヌ川の上からやってないんですね。やってないですね。富中さんは？僕はもう大会中でしたね。そっか、競技が先んじて始まってたからね。そうです。で太田さんはだから鍵の騒動で間に合わなかった。もうあるし、もうあるはないですけど、スイスに普通にいて、まだスイスにいたんだ。競技自体が後ろだったんで、多分陸上競技の人は誰も出てない。あれでどうなんですか？いや出たいなとか、いやまあちょっと競技に集中したいからまあなんかどうなんですか？僕は出たかったです。僕も出たかったですかね。セーヌ川でこうやりたかった。はい。まあ三好さんも言い張ったんで、ちょっと手振りたいなと思ったんですけど。そうでも私セーヌ川にはいないかったから、そうもし出てても会えはしなかった。会えはしなかった。じゃあ大丈夫です。いやでもね、今回はねオリンピックもパラリンピックも初めてその競技場の外っていうかね、セーヌ川使ったり、シャンゼリゼ通りを降りたりとかっていうところだったから、確かに体験してみたかったなっていうのはあるかもしれませんが、またロスで機会があればって感じですね。楽しみにしていただければと思います。さあそして、質問というのはここまでなんですが、最後にはい最後はこれです。〇〇選手から〇〇選手へ質問。お互いの質問があるかっていうところでいければなと思うんですけど、ちょっと順番にいってみますか。はい、まずは谷中選手から岡田選手への質問になります。谷中さん、聞きたいことがある岡田さんに。はい、セーリングをやられてるので、ずっとその海の上にいると思うんですけど、僕すごい船酔いとかするんで、実際そういう選手はどうなのかなと思って、はい、いいですね。これセーリングという競技を深掘るためにもいい質問です。気になって、はい。どうなんですか？酔うときは酔います。そんな一線級でやってる人でもですか？全然、はい。むしろ酔いやすいかもしれないです。なんていうんですかね。風の感覚とうねりの感覚とかが違うともう酔ったりします。一般的ではない台風の影響で別の角度から波が入ってきて、風と波の角度が全然違うみたいな感じになったりすると気持ち悪くなったりします。それは何ですか？混乱するんですか？普段と違う。そうですね、はい。そんな感じもあると思います。それはでも競技に影響してきますよね。そうですね、競技中はあんまりないんですけど、ちょっと休憩中というかちょっと気を抜いた時に一気に酔いますね。酔い止めとかっていうのは？いや、ないですないです。そんなんないんだ。はい、眠くなっちゃったりするんで。そっか、逆にね。そうですか。今風と風と波は違う動きをしてくるんですね。いやいや、結構レアです。レアなんだ。レアで、台風とかの影響でやっぱちょっと変わったりとか、前日の風の波が残ってたりとかするとちょっとしたズレが生じて、そうですね、そこを敏感に感じ取ってしまうわけです。そうですね。でそれは競技の難しさにつながると。難しいと思います。風を読むっていうじゃないですか。はい。読めるんですか？そうですね、読めますね。読める。はい。本当？全然わかんない。どういうこと？これ前日の波だとか。いやそう。わかる。わかりますわかります。わかる。すごくないですか？ヨットを通じて感じ取る。いやいや、ですね、波は風で作られるので、どういう波の作られ方でどういう風なんだろうなっていうのが推測できるっていう形ですね。そういうことですか。波から風を読む。そうですね、はい。谷中さんの質問がここまで引き出しました。いや、ここまでさすが。ここまで分かってました。ナイス質問。いやでもセーリングってそういう競技なんですね。いやすごいですね。そっか、だから車だとね、路面から得られる情報でドライバーはいろいろ判断するんですけど、要は皆さんは波から得られる情報で全てを。そうです。目の前が土で、例えばアスファルトになって泥になったらそれ見てるからある程度対応するじゃない。それと一緒な感じですね。遠くのものを見てどういう状況か判断して進んでいくっていう形です。面白いですね。ちょっとセーリングにも興味が湧きますね。ありがとうございます。
じゃあ次の質問いきますか。その岡田さんから皆さんに質問がある。ちょっと自分はマルセイユの会場だったので、本村にちょこっと行ったんですけど、本格的には行ってないので、食事とか、どんな感じだったのかなみたいなところ。選手村。はい、選手村の食事ってどんな感じだったのかな。鈴木さんちょっとさっきなかなか大変だったっていう話でしたけど、選手村。オリとパラでまた違うと思うんですけどね。でもパラの方は食事は充実してました。ないとかはなかったです一切。でも食事のクオリティがやっぱり日本の東京パラリンピックを経験してしまうとちょっといまいちだったかなという気がします。そうなんですか。東京良かったんですか。東京めちゃくちゃうまかったです。餃子もそうだし、もうまずお米が美味しいじゃないですか。確かにね。海外のお米ってちょっとなんか自分苦手なので、それはあったかもしれないですね。高橋さんどうでした食事。自分もまず米も同じで米なんですけど、結構パサパサ。なるほどね。多分1合の米に対して半分ぐらいの水ぐらいだと思うんですけど、それぐらいこのパサパサ。厳しい。硬いじゃないですか。硬いぐらいなんですけど、でも一番美味しかったのはやっぱクロワッサン。クロワッサン大好きなんですけど、美味しかったです。コーヒーも美味しくて、もう本当に開会式見ながらチョコクロワッサン食べてコーヒー飲んでみたいな。そうですよ。ポジティブな話しましょうよ。美味しかったもの何ですか太田さん。パリで。ピザ。ピザうまかった。ピザ美味しかったですね。ピザ美味しかったですね。なんていうの、生地が美味しいんですかね、フランスは。なんですかね。でもやっぱ肉とかは結構パサパサしてるというか、多分オリンピックの中でも後ろの方だったんで、谷中君とかよりは多分改善されて。最初がひどかったのか。僕らの時はすごいひどかったですね。ケータリングがまず追いついていなかったりとかして。そのないみたいな状態。そうです。だから僕も夜遅くに練習とかも試合時間も遅かったんでとか、練習もそれに合わせて遅くに練習してちょっと遅めに選手村の食堂とか行ったりとかしてたんですけど、もう食べるものなかったりとかして。ってちょっとびっくりした時もあった。だからバナナめっちゃいっぱい5個ぐらい持って帰って食べたとかもありました。そうなっちゃうんだ。でも本当あれですね。三好さんも感じませんでした？パン美味しいなって。パン美味しかった。そうだからトヨタイムズのスタッフは一人トートバッグにフランスパン刺して歩くっていう生活をちょっと格好つけてやってましたよ。竹内大輔っていうんですやりそう。やりそうでしょ。なんかこうやって刺すのがパリスタイルなんだっつって。そう朝からこうでちょっとずつお腹空いたらつまんでいくみたいな。やってないですね、誰も。やってない。そういうことをやる人はいない。いない。次の質問いきましょう。次の質問が半谷さんからメダル獲得選手への質問。半谷さんどうぞ。はい。表彰台の上で何を考えているのか教えてほしいです。それはまずじゃあ答えいく前に半谷さんが何考えたらいいんだろうと思ったってことですか。そうですね。こんなこと言ったら元も子もないんですけど、国旗の形容とか見えないじゃないですか。ただ音楽流れて立たされてる時間になってるんですけど、いやこの時間どうやって楽しもうかなって思って。そういうことか。そうか確かに。そうでなんかどうやって楽しもうって思った時にやっぱ360度観客いてわーってなってるな多分みたいな。なるほど。なんでもちろん試合の振り返ってこの3年頑張ったなとかは一人で考え抜けたりはしますが、皆さんはいかがだったのかなと。さあ思い出しましょうよ。岡田さんどうですか。いや僕はもう国旗見えるので、しっかりとお礼をしてありがとうございましたとかそういう思いを持ちながら見てましたね。いや確かに国旗見えないと確かにそういう場所も分かんないですもんね。何にも見えないですからね。逆に観客の反応とかも見えないわけですもんね。でも半谷さん感じたって言ってましたよね、やっぱ。そうですね。やっぱり見えない分何かを感じなければみたいななんかマストで探さなきゃみたいな気持ちになって、この時間特別にしたいけどどうしようって思ったらやっぱり感じることはできましたけれど、国旗上げてくれてありがとうって言われて上がってたのと。いやでも半谷さん確か柔道のね男子の選手は、君が代が終わった瞬間に涙がスーッと流れてましたよ。って聞きました。聞きましたよね。で女子選手で表彰台で涙流れたっつって3人で確認して流れてないっつって。金メダル取ったら国歌流れるじゃないですか。国歌が流れるから。だからなんかそれ流れたのも
あれだったってことですか。金メダリストの方。金メダリストの方です。そうです。流れたからそうだから君が代を聞いて流れてた。女子の金メダリストの方も涙は出なかったって一応言ってはいましたけれど、私はその2日目の国歌の音を聞いて観客席で涙流してました。やっぱだから国歌が私も流したかったっつって。なるほどね。はい、ちょっとすみません。ミキさんはでもだからね、もう終わった直後悔しい表情で表彰台立ってたじゃないですか。そうですね、思い出したくないですね。思い出したくない。いやもう本当試合のことばっかり。ああすればよかったとか。ああすればよかった。そうですね。あとはもうその国歌聞きたかったなっていう。確かに真ん中で。本当だから表彰台立つと立てるけども国歌が聞けるのは金メダルだけっていう。そうなんですよ。ところありますね。それはやっぱり特別なものが。僕の場合は国枝さんがずっとこう金メダルを取られてて、それを見てたりとかっていうのもあったんで、その悔しさをやっぱりそれをやっぱり自分が真ん中で聞きたかったっていう思いは結構強かったっていう。確かに、いや本当ね、表彰台の表情も含めていろいろあるという感じがしますね。じゃあ質問もう一個いってみますか。そのミキさんから鈴木朋樹選手への質問。そうですね、もう本当に僕NHK のスタジオでデッドヒートの場面を見てたんで、見てた中継を、どのあたりで確信できたのかっていう、自分がその走ったことないのでどのあたりからこう取れるっていうのを確信できたのかって、その時のその心境とレースへの影響みたいなのはちょっと気になった。今回ね、なかなかレース展開としてもね難しそうでしたからね。鈴木さんどうですか。42.195 キロの中でこれメダルいけんじゃねえかと。これ話長くなっちゃうんですけど大丈夫ですよ。トヨタイムズ1時間ぐらい話しちゃうかもしれないです。1時間は大丈夫です。やっぱりスタートしてすぐはめちゃくちゃきつかったんですよ。ハーフ地点順位的には3位だったんですけど、ハーフまででやっぱりまだ後ろの選手もまだ見えてる状態だし、相手が揺さぶりをかけてきてるんじゃないかなっていう気持ちもあったんですよ、正直。駆け引きである程度見える位置でずっと追ってて、じゃあ最後凱旋門行きますってあたりでスピードつけて追い越されるんじゃないかなっていうのがすごく怖くて、でも途中ぐらいでなんか徐々に後ろが空いてるなっていうのがまず気づき始めたんですよね。後ろとの距離が空いてる、曲がっても見えなくなってきたな、もしかしたら相手もきついかもしれないって思い始めたのが30キロ超えたぐらいで、そこら辺からメダルはまだこれだったらいけるかもしれないって思ったのはそれぐらいですね。でそしたら35キロ地点ぐらいで前に中国の選手の赤いユニフォームが見えてきて、これもしかしたら銀もいけんじゃねって逆にでも今の話聞いてると、そこのその駆け引きをしてて相手が来るかもしれないっていうところで若干セーブしたのがその銀メダルとの差だったみたいな部分もある。あそこで加速、もうここで差が開き始めてて駆け引きじゃなくて、その自分が離してるんだって、ここからさらに突き放してやるみたいなメンタルだったらさらに加速できたとかはあるの？いや結構自分も限界だったんですよ。まずじゃあ後ろの選手に吸収されるっていう戦法もあるんですよね。吸収されてわざと吸収されて、そしたら3人とかで回せるから体力の温存にはなるじゃないですか、1人でずっと走ってるよりも。でも離れてるって思ったら前を追おうって思ったんですよね。とりあえず自分の力を全部出し切るためには後ろに吸収されるよりも前を目指した方がいいと思って、ペースはずっと一定でした。もう自分で走ってる時も前が見えてきてからもうずっと一定で自分の限界のギリギリをずっと走り続けるみたいなことをした感じです。そうだから車椅子マラソンっていうのはね、その2人になればお互い入れ替わってローテーションすることで風よけにドラフティングしてなってっていうのを交代交代でやっていくんですよね。だからお互いウィンウィンの関係を目指して、だから単独走っていうのはなかなかきついわけですよね。ずっと風を受け続けるんで、上りも先頭だし下りも先頭だし、全部風を受けた結果になってしまうんで、きついはきついですね。そのきつい中でも前を目指そうっていう攻めの姿勢がねしっかりこのメダルに届いたっていうところかもしれないですね。いや本当に 42.195 キロ長い戦いお疲れ様でした。質問がもう1個ありますか。最後いってみましょうか。じゃあその鈴木選手から鍵中選手に質問。これなんか初歩的な質問になっちゃうかもしれないですけど、チームプレーなわけじゃないですか。でいつもいるチームメイトとは別のチームメイトと一緒に代表をやるわけですよね。そこでのやっぱりチームワーク、
なんか秘訣にしてることとかってあるのかな。自分たち個人スポーツなんで、あんまりないんですよね、そういうのが。確かに待って今日個人なのがみんな個人、まあ岡田さんは2人いるんだけど、ですね。でも基本は皆さん個人って感じですね。じゃあチームなのは谷中さんだけだ。はい。この前なんか1年前の時もなんかちょっと同じような感じの話したかもしれないですけど、そうですね、別のチームなんでなんですけど、セブンズってちょっと特殊で、ずっと一緒に行動してることが結構多くて。その代表チーム。はい、代表チームで。なので、まあ遠征先でずっと合宿して、一回日本に帰ってきても。また5日後ぐらいにしたらもう一回集まるっていうのを、まあもうオリンピックまでの前の期間をずっとそれを繰り重ねてやってるんで、まあ、実際僕は2年ぐらいしかその代表には帯同してないんで、まあ、2年間にはなるんですけど、まあ、本当に実質家族よりも一緒にいる時間が長い、なのでそこまでその他のチームの人っていう感じよりはもう本当に同じチームメイトっていう風に見れるっていうのが大体のことは分かってる。はい、そうですね、大体全部見てると思います。もう言葉にしなくても分かるような関係だったりするんですか？そうですねいやまあ大体でも本当にこれ何々考えてるんやろうなとか、今怒ってるんやろうなとか今おもろいんやろうなとか、そういうのも全部大体もう話さなくても分かるぐらいの関係だと思います。なるほどね。はい。岡田さんもね、そのペアの選手とはそれこそあんま言葉にできるだけなんか短く。そうです。はい。短い言葉で伝えるようにとか伝わるように、そうですみたいなところ意識されてる。はい、同じ言葉の意味でもなんか微妙にニュアンスとか声の圧っていうんですか、この優しく言うのかちょっと強く言うのかで全然感じ取り方違ったりもして、そうするとアクションも違うので、そこら辺は結構気をつけてます。そうか、コミュニケーションの中にその言葉気をつけてそうですね、変えてるんですね。もっと集団よりかは細かいかもしれないです。そのコミュニケーションの仕方1対1です。そうか、微妙なニュアンスを伝え合ってる。そうですね。はい。ミキさんもダブルス2人でやるじゃないですか。あんまりでも試合中ってそんなコミュニケーション取んないですか？そうですね。なんかもちろん励まし合いみたいなのありますけど。まあありますけど、まあでもどっちがボール取りに行くっていうのは結構判断早くしてお互いユーとかミーとか言い合いますけど、そんなにないですね。テニスはどっちかっていうともうね、なんかもちろんシングルスになるとお互いライバルになったりもしますし。そうですね、はい。だからなんかそこが結構難しかったりも、するんですけど、まあでもベンチでは結構、たわいないことからその試合のことも含めて結構いろいろ話はするんですけど、コート入るともうボール会話してる間もなくボール飛んでくるんで、結構やっぱりそこはもう本当にその場その場でお互い判断してって、できるだけもう試合の前にやること決めちゃって、でベンチでちょっとずつ修正していくだけっていう感じかなっていうところです。まあ相手がいてね、オリンピック・パラリンピック期間中寂しくないと思いますし、半谷さんも磯崎さんというね仲良しのコーチがいて寂しくないと思いますけど、太田さんどうですか？そこもう個人競技全開みたいな感じですけど、一人は？全然大丈夫です。全然大丈夫。はい。なんもむしろ一人の方が。一人がいい。やっぱ選手村だと結局陸上ではあるんですけど、他の選手と同じ部屋だったりするとなんか気使っちゃったりするんで、やっぱり一人でいる方が気楽だったりはします。一人でいたい。はい。なんか色出てきてますよね。だんだんこう。でも1万メートルって走る時には何を考えてるんですか？もう本当にこれ多分よく聞かれるんですけど、まあ、多分ちゃんと陸上のことっていうかその試合でじゃあ今この人が仕掛けそうだとか、まだこいつは余裕がある、自分はどの位置に行こうとか、そのレースが起きそうなタイミングとかっていうのは考えてると思うんですけど、いかんせん必死なんで割と終わったら忘れちゃってることとかもあります。何考えてたんだっけってあんま覚えてないってことですか？そうですね。まあそうですね、始まっちゃったらまあノンストップですもんね。そうですね。一方だから高橋選手みたいに1回ずつ止まると結構考えなきゃいけないですもんね。そうですね、本当に一投一投こうコーチと話してこの投擲が何がダメだったとかっていうのをしっかり一投一投変えないといけないので、そこは難しいですね。はい。コミュニケーションっていうのは、ね、いろいろそれぞれ違いがあると思いますけど、私ともコミュニケーション取ってくれましたもんね。はい。ありがとうございます。コーチだと思ってました。ここが今回の僕のハイライトじゃないですか。勝手に思っております。はい。さあということで質問出尽くしましたけれども、
ここでちょっと一つ紹介したいものがあります。三好さんちょっと出してもらえますか。はい、こちらです。さあこれ皆さんも初めて見るんじゃないでしょうか。これね4グローバルチームトヨタアスリート GTTA に向けてと書いてあるんですけど、コインなんですよ。ちょっと三好さん、出してもらっていいですか。こちらです。はい、これ実はですねトヨタの技術部の皆さんが GTTA のための記念コインを作ってくれました。みんなで応援していた証、パリの思い出ありがとうの印ということで、これがですね全世界の GTTA にこの後送られます。まだ届いてないですよね。この後届きます。これはデザイン統括部、素経材技術部、パワートレーン統括部、モビリティ材料技術部の皆さんがもう本当にトヨタの持ってる技術を使って作り上げたコインでございます。ちょっとデザイン見てみますか。表がエッフェル塔になってますかね。はい、エッフェル塔で裏がこれはね真ん中が多分凱旋門で、凱旋門の周りって放射線状にね道が出てるじゃないですか。だからうち一本がシャンゼリゼ通りみたいな、これがもうトヨタアスリートの横のつながりで、みんな今回パリオリンピック・パラリンピックに出た人たちはこれ持ってるっていうことなんで、高橋さんもぜひ受け取ってください。はい、こちらです。はい、届くと思います。いやでも本当にこれはねものづくりの会社らしいというかね、技術を使って届くと思いますね。楽しみにしていただければと思います。で、トヨタの技術部の以外にもなんか三好さんからサプライズのプレゼントがあると。そうなんですよ、はい、ちょっと今日来てくださった皆さんと、パリの壮行会に出てくれた皆さんをちょっと絵を描いてきました。そう三好さんね、はい、バスケだけじゃなくて絵もうまいんですよ。すごい。みんなからたくさんの感動をもらったので、ちょっとお礼にいいですか。いいですよ、出して、そんな緊張しないで。あ、出ますか。いいですか。ちょっとわかります。取り切れます。うわ。めっちゃ似とる。それぞれ自分を確認してください。誰が誰だかわかります。俺どれだろうって人いないですか。どうですか。めっちゃ似てる高橋さん。似てるよね高橋さんね。めっちゃ似とる。そうこれ書いた。すげえ。僕でもね一番なんかなんだろう難しそうだけど特徴捉えてるなと思ったのは太田さん。太田さんは秒で書けました。多分タレ目にしとけばですね。もうなんか雰囲気こんな雰囲気だなと思って。ハンガイさんもちゃんと似顔絵になってますよ。本当ですか。言語化してもらっていいですか。似てます。言語化どうしよう。いやそっくり。わかりました。鈴木さんどうですか。いや写真かと思いました。いやレーサーも上手だし、ミキさんどうですか。いやもう車椅子まで書いていただいて。いやそうっすよ。今だってちょうどひげ伸ばしてますもんね。そうなんですよ。それもちゃんと忠実に。忠実に。谷中さんはなんですか前歯。僕自分より一平さんの方が気になります。いい笑顔じゃないですか。先輩ちゃんと腹筋も割れてるし、なぜか9つに割れてますけど。金髪が。本当だ。考えてなかったです。はい。いや皆さんからよく頑張りましたという、真ん中にみんなのお父さんもいてくれて。森田さんもいますからね。ありがとうございます。もうちょっと黒くしてもらってもよかった。確かにちょっと色が違って。だいぶ今色違いでしょ。違う。ほら。いや三好さんの新たなもう一つの才能が。ちょっと皆さんに後ほどここにサインもらってもいいですか。ありがとうございます。さあということで、ちょっと長くなりましたけれども、最後にですね皆さんからパリを終えて、もう次のね向けてのスタートが始まってるかなと思いますので、今後に向けての意気込みみたいなものを皆さんに一人ずついただければなと思います。じゃあ太田さんから言ってみますか。はい。直近だと一番大きな大会がチームだとニューイヤーになるので、去年優勝して、去年というか今年か、また来年2連覇というところを目指して、で個人としては次マラソンもちょっと挑戦しようかなと思っているので。そうですか。またいろいろチャレンジできたらなと思ってます。ニューイヤーの連覇とマラソンチャレンジ、楽しみにしてます。ありがとうございます。谷中さん行きましょうか。はい、僕は一度7人制の方を外れてベルブリッツの方に帰って15人制の方のラグビーをプレーしようと思ってるんですけど、
オリンピックでの後悔っていうのは少なからず残っているので、次のオリンピックも視野に入れながら、ひとまずは15人制の方頑張って、また次オリンピックの舞台に帰ってこれるように頑張りたいと思います。いや、そうですね、そこは必ずつながってきますからね、楽しみにしてます。ミキさん。はい、自分も来年からまたグランドスラムが4大会残ってますし、もう僕の場合は来週からツアーに復帰してということなので、もう一つ一つ勝ってランキングを上げていくということを頑張っていきたいなと思います。はい、もうすぐ始まるということで、また世界を飛び回る生活がすぐ始まるということですね。岡田さん、お願いします。はい、やっぱりメダルをかけてもらうときにですね、もう一段高い選手を見て羨ましいなと思ったので、次は自分がそこに立ちたいなと思って今後も頑張っていきたいです。はい、ありがとうございます。半谷さん。はい、パリを終えてやはり柔道がさらに好きになってしまった部分があるので、はい、もっと深掘りしてもう柔道が上手になりたい、強くなるというよりかは上手になりたいなと思ったので、末永く柔道を続けていきたいなと思っています。もうちょっと休んでから競技どうするか考えていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。高橋さん、行きましょうか。はい、2026年には愛知でアジア大会があって、4年後にはパラリンピックということで、もう甲子園にも出てパラリンピックにも出たっていうのは多分自分だけだと思うので。確かに。そうです。なのでもう4年後はのメダル獲得っていうのは絶対達成できると、信じています。なのでしっかり、明日から練習を頑張りたいと思います。じゃあ今日はこのトヨタイムズがいい節目になりますね。そうですね。よかった。いや、確かにそうですね。そっか、ありがとうございます。じゃあ最後、鈴木さん行きましょうか。はい、来月からもう6メジャーがスタートするので、ちょっとマラソンのシーズンに入っていくんですけど、また4年後のパラリンピックロスに向けて、今回メダルを獲得したのでメダリストとして臨むロス大会になると思います。さらにやっぱり今の持ってるメダルの色よりももっといい色を目指して頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。いや、本当なんか皆さんね、このオリンピック・パラリンピックを通じてやった達成感というよりも次を目指す原動力をもらったんだなっていうのをすごく今皆さんの話聞いてて思いましたね。そうですね、本当に皆さんのコメントが次に向けてだったりっていうところがすごいなっていうのを思いましたね。で、ぜひ今日ここで会った7人お互い応援していきましょうよ。さあ、次いきなり試合が始まるのはミキさんなのかな。僕がもう本当に2週間後で、もう来週の木曜日には出発。どこですか。イタリア。またヨーロッパに戻る。で、あれでも岡田さんはシーズンオフに入るんですか。オフに入るんですけど、まだ国スポが残っていまして、ちょっと地元であるので、国体と呼ばれてたものが、そうです、国体が国スポになってます。でそこで開会式で選手宣誓もさせていただくので、大役をいただきました。金メダリストとして、負けるわけにもいかないですね。そうですね、プレッシャーですね。いや、でもだからこれから国内でね、こうやってメダリストの戦いを見られるのもそうですし、ラグビーのシーズンも始まりますし、鈴木智樹さんは次マラソンはいつですか。10月の13日シカゴマラソンです。もう1ヶ月後にシカゴでマラソンを走っている。なかなかハードだと思いますが、皆さんちょっと次に向けてもみんなで応援し合っていければなと思います。ということで今後も我々取材に行かせていただければなと、プレッシャーにならない程度に行かせていただきますので、よろしくお願いします。以上、ここまで長い特集でした。さあ、今日はどうなんでしょう。あんまコメント欄を見られてなかったんですけど、どうですか。たくさん来てます。たくさん来てた。はい、いいですか、私から。はい、まず AK さん、半谷さんに、磯崎コーチと祝勝会をしましたかと。まだそんなに会えてないので、明日会います。祝勝会はでもいつになるかわからないです。はい。まあでも派手に褒めてくれるんじゃないですか。そうですね。はい。いつも厳しかった磯崎さんにね。はい。虎が猫になったようです。ほら、すぐこうやって表現するのうまいんですよ。本当面白い。なるほど。だいぶ可愛くなりましたね。はい。続いて大輔竹内さんから。竹内さんですね。はい。森田さん、ぜひセーリング取材で体験してみてください。ごめんなさい、僕ね
泳げないんですよ。泳げる？泳がない。落ちるじゃないですか。落ちないです。そういう競技じゃない。落ちない？本当？落ちる競技じゃないです。僕海の上が怖いんですけど。いやまあ船の上に乗ってるんで、フェリーに乗ってるのと一緒です。それ大丈夫ですか？大丈夫です。落ちないです。そういう競技じゃないんで。なんかすぐね海の上になると落ちるんじゃないかとか思っちゃうんですよ。ぜひ風の読み方とか教えてもらえますか？はい。ぜひぜひ。じゃあ行こうかな。はい、今度岡田さんの決まった。乗っちゃおうかな。風読んじゃおうかな。波から風読んじゃおうかな。そんななんか冷めた笑いやめてもらっていいですか？頑張らせてください。はい。はい、最後、芦田さんから芦田はじむさん？はいそうです。おお。から、ミキ兄おめでとう、ともきよくやった、俊也また次やね、太田は所沢出戻り。皆さん本当にお疲れ様でした。感動ありがとうということで。なるほど。はい。だから早稲田の後輩？僕が後輩です。在学中結構大学で練習されてることもあったので、ちょっといじられたわけですね。そうですね。ありがたい先輩からのメッセージ。はい。まだ飛んでくると思わなかった。飛んでくるのは、いやーすごい。みんなに。でも東さん、寺尾さんもコメント参加してくださって。ありがとうございます。本当皆さんがトヨタアスリート大集合って感じですけれども、ありがとうございました。さあということで、コメントもたくさんもらいましたし、はい。ぜひ今日ご覧いただいた方、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。出るかな？あ、寺尾さんバージョンじゃん。寺尾さん出てますよ。で、なんとチャンネル登録者がですよ。僕オリンピックパラリンピックで10万人行ってくれなんて言ってたんですけど、今9万9000人を超えてもうすぐです。銀の盾、我々も銀メダルもらっちゃうかなっていう。そうです、もらいたい。ちょっとぜひ皆さんの周りにも呼びかけてください。トヨタイムスポーツチャンネル登録よろしくお願いします。で、アプリの告知もよろしくお願いします。はい、トヨタイムズのアプリのダウンロードもお願いします。アスリートの皆さんももちろんフォローしてくださってますね。トヨタの従業員であればスマホに勝手にダウンロードされてるからです。はい、そこにトヨタのアスリートの最新情報だったり練習の風景や競技の裏側に迫る特集が満載なので、ぜひよろしくお願いします。さあ、そして来週のトヨタイムズスポーツはこちらです。アスリートを支える人たちにフォーカスします。で、今回のねパリでもたくさんの人たちがこのアスリートを支えている現場っていうのがありました。で、来週の特集ではその代表的な場所であります、ここにまず出てますね、トヨタアスリートスポーツセンター、通称タスク、ここに溝江キャスターが取材に行ってくれているということで、支える側の人たちにちょっと迫る特集をお届けしようと思っております。さあ、長時間にわたって7人豪華なメダリスト含めオリンピック・パラリンピックで活躍してくれた皆さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。そしてご覧いただいた方々も長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。トヨタイムズスポーツ、ここまでのお相手は森田京之介と三好奈穂と鈴木智樹と高橋俊也と半谷静香と岡田圭司と三木拓也と谷中吉平と太田智樹でした。それでは来週金曜日にワントヨタ、完璧じゃないですか。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独に不安を抱いて幕が上がり、さあ始まるこのストーリー、刻みたいなもうヒストリー、狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン、 We ultimates, We gonna make it shine, Oh 飛び込むんだスポットライト、さあ行こう
some days when I cried and cried all night. There were some days that I couldn't show myself. Oh, with loneliness in my heart. Oh, yeah. We all did nights. Oh, yeah. We gonna make it shine. Oh, yeah. Oh, dive into the spotlight. Oh, here we go. Now let's go. Ready for the battle, 100%. 'Cause you're not alone, not alone at all. Hallelujah. Go for it, we don't need one anymore. All we need is right and soul. Ready to go, ready for Tokyo summer.